スタディ TV、愛車自慢です。はい、今回はね、僕の愛車 F13M6 のご紹介です。めちゃくちゃちょっと自信を持っていろいろ喋っちゃおうかなと思ってます。あとですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。では早速ですね、まずはやっぱりM6 といえば S63 エンジンですね。 V8 エンジンターボですね。これをまず心臓部をちょっと見ていただきましょうか。はい、じゃーん、 S63 の B44 4リッターの V8 エンジンですね。はい、こちらのパワーはですね560馬力でですね、もちろんこの脇にうちのオリジナルとなりますね STP2 がついております。はい、でですね、こちらのね STP つけることによって630馬力、約70馬力が上がっているというね、めちゃくちゃ速くなります。ここにドーンと見えるエアクリーナー、イベンチュリーのダイレクトエアクリーナーですね。吸気というところで一番重要なところになりまして、やっぱりいっぱい空気を吸ってですね、それがやっぱりパワーに変わりますからね、このダイレクトによって大きく吸ってもらってエンジン内にパワーを与えるというパーツでありますね。はい、でもちろんこれが吸気となれば必要なのは次は排気ですね。ところずぐっと後ろ回ってもらって、はい、こちらがアクラボビッチですね。皆さんご存知だと思いますけど、材質がチタン製です。でさらにエボリューションシステムになりますね。触媒の後ろから全て変わっております。まずちょっとマフラーのご説明ですね。エボリューションシステム一つ大きな違いというのはね、普通一般的には後ろだけ変えます。で真ん中の部分は変えないんですけども、エボリューションシステムはまっすぐ太さが同じパイプが出てくるので、排気効率が上がります。例えばで言いますと、川の流れとか一般的に川ですね、流れでいうと広いところはもちろん川の水の流れがゆっくり流れますよね。で狭いところだと、川の流れが激しくなります。マフラーもパイプも一緒ですね。排気が結局太かったり細かったりすること、潰れていることによって変わってきますと、やっぱりそこで排気の流速が悪くなります。エボリューションはそれをまっすぐになってますから流れがいいと、そこをボンと変えることによって出力が出るということですね。また音もそうなんですけども、やっぱり音のばらつきもやっぱりきれいに空気が流れることに、排気が流れることによってやっぱりいい音がするというところでね、アクラボの人気があるところがやっぱり排気音、もちろん性能面でもバッチリですし、そこをやっぱりチョイスして僕の M6 にはアクラボビッチをつけております。はい、でちょっとまたエンジンルームに戻りまして、ちょっと見えないんですね。この下にプラズマダイレクトといって点火系のシステムが入ってます。プラズマダイレクトの効果ですが、もちろんターボなんかで皆さんもちろん乗っていただければ分かると思うんですが、バッとタコメーターが勢いよく上がる、その分点火はすごい勢いでやってるわけですから、その点火の火花をですね、確実に燃料の混合気を燃やしてパワーと変えるというものですね。すごく重要なパーツになりまして、吸気、マフラーの排気、もちろんこの今言った STP2 というブーストアップモジュールをつけてますから、出力がバンバン上がってるわけですが、その分やっぱり火花をバッチリ飛ばしたいわけですから、それに対して必要なパーツとしてはやっぱりプラズマダイレクト、これは間違いなくおすすめです。はい、あとですね、パワーユートのエンジンルーム内にもう一つ隠し玉がありまして、スーパースプリントのエキゾストマニフォールドが入ってます。これもう全く見えないです。結構バラバラにしないと見えないんですけども、エキゾストと言われていることで8本のね、俗にタコ足ってやつですね。それがしっかりこれも入れてありまして、これもやっぱり実を言うとノーマルはちょっといびつな形をしてるんですけども、綺麗なマニフォールドが入っています。はい、で次はですね、外装パーツですね。エアロパーツですね。今回は全部フル 3D で決めております。フロントリップカーボン製ですね。でずっと流れていただいて、横は同じカーボンのサイドスカートで、またぐーっと流れてリアディフューザーもこちらもカーボンですね。はい、でこれちょっとこのラインがね、ちゃんとこのラインですね、サイドスカートのラインとフロントと全部ずーっと合ってて、横から見ると1本の線にちゃんときちんとなっている。そこはね、やっぱり 3D デザインさんが考えた一体化であるバランスの良さですね。トランクスポイラーももちろんカーボン製です。これルーフもね M6 倍カーボンですから、全体的にはもうカーボンパーツを使って仕上げています。でちょっとここはね3D さんのパーツじゃないですよ、カーボンつながりっていうところで
こちらBMW パフォーマンスのカーボンミラーで、全体を僕はカーボンで仕上げています。はい、で次にホイール、やっぱり 3D さんのホイールですね。アニバーサリー01っていう20インチホイールになります。実はこれ製造元は BBS さんですね。単造製のホイールになります。こちらM4 の実はオフセットサイズで作られているものですけども、ちょっとスペーサーなどを使いまして M6 にピタッと合わせてあるんですが、本来であれば 9.5J でリアが 10.5J で、タイヤがですね本来でしたら、255、285という組み合わせなんですが、実はちょっと僕はですねこのホイールは、前後とも 10.5J で組んでます。要はリアのホイールをそのままフロントにもつけています。で295のサイズで前後通しで履いています。で、この奥に見えるブレーキですね、ちょっと、M5 とか M6 このところでねブレンボとかのブレーキが出てないんで、ちょっと今回はこれパッドだけですけども、ディクセルさんの、タイプ Z ですね、サーキットからストリートまで幅広く使えますね。ちょっと、車重がありますんでね、サーキットがっつりちょっと遊びたいなっていうと、ちょっと正直言ってしまうとチョイスとしてはもう一つランク上を使いたいなっていうところでありますが、街中で時々のサーキットでは十分に使えるタイプ Z のパッドを入れてあります。次はね肝心要の走るための必要なアイテムとしてはサスペンション、こちらはですねカーブウェイのバージョン3ですね。2ウェイのものになりまして、伸びと縮みが減衰調整ができまして、あともちろん車高調整ですから好みに車高を合わせられるというところですね。それを支えるために入れてあるのは今度オートリファインさんのスタビライザーですね。パイプスタビライザー、ロールを減らすためにしっかりやっぱそこら辺はもう入れてあります。はい、今度はインテリアですね。インテリアも実はカーボンをふんだんに使っております。もともとカーボン装着のものもあれば、ノブとかですね、ステアリングの部分とかのカーボンついてないところはですね BMW パフォーマンスのカーボンをつけてあります。でね、あとここステアリングですね。これはですね実はノーマルを張り替えました。で僕はちょっとステアリング結構重要だと思っていまして、結局乗るときに必ず握るもの、やっぱり手にしっくりこないとやっぱり走ってて楽しくないというところで、いろいろオーダーをしまして、これ俗に言うガングリップっていうところで手に馴染む形で、それにあとはちょっとこれはパンチングにするというところ、滑りにくくしたりというところでパンチングにしたりとかしまして、センターマークを入れましたというところがありますね。で実はですねちょっとこれ一回り太く作ってます。ちょうど皮1枚分大きくしてます。これはなぜかというと、僕身長も大きいですけども、手も大きいんで、やっぱ手がね細いとぐるっと回って握った感じがすごく嫌で、やっぱ太いステアリングの方がすごく握りやすいので、ちょっと実は太めに作ってもらってます。でそこで、この奥に見えるのがパドルレバーですね。こちら 3D デザインさんのパドルレバーです。実はちょっとこの色オレンジ色ですね。これは 3D デザインさんとコラボでやってるんですが、カラーを入れてるという形ですね。で、ちょっとこれオレンジ、ボディ色に合わせてオレンジにしてあります。これ一般的には売ってないんですけど、どうしてもという方であればまたタイミング見てちょっと制作になってお時間はかかっちゃうんですけど、一応オレンジ作ることはできます。はい、で足元はですねペダルセットとフットレストですね。こちらも同じやっぱり 3D デザインさんのドット柄のタイプをつけてあります。ルームランプはですねブレックスさんの LED がついております。最近の車はもう LED が標準ですけど、やっぱり標準の LED でももともとこちらついてるハロゲンでもやっぱりちょっと暗いんですね。それを明るくするためにブレックスさんの LED 使ってます。これはですねもちろんかっこよく白く綺麗にっていうところもあるんですが、最近では僕も年なんで結構なんですかね、夜見にくいんですね。それが明るくなるって、僕の場合はかなり実用性で使ってます。はい、でルームミラーはですね、こちらもちろんオリジナルのスタディワイドミラーですね。曲面に少しなっていてワイドになっていることで後ろの視界がすごく良くなります。でですね、最近はもちろん安全性の問題でドライブレコーダー、レーダー探知機ですね。こちらのユピテルさんの Z810DR というのをつけておりますね。これは一体型でもうセットのタイプですね。これで一つでもうドライブレコーダーとレーダーが一緒に取り付けができます。あとはですねパフュームスティックですね。スタディの香りというか一応調合していただきまして、この匂いは基本的には一般には売られてません。オリジナルのアイテムとして出しております。はい、でですね、一応今までバーッと内装を紹介しましたけど、唯一今僕の中ですごく気になっているのがこのシート、純正シートなんですけど、決して悪いシートではないんですけど、やっぱりですね、実はシートを変えたいなと思ってるんですが、厄介なことにここにシートベルトがついちゃってるんですね。これをちょっとどうしようかなと今すごく考えておりまして、M6 買ってからずっと悩んでるのが
実はこのシートなんですね。もちろん交換するのはレカロはつけられたりはできるんですけども、シートベルトどうしようかなっていうところで今後ろの 4x4 のこういうタイプにするかいろいろ考えながら、ちょっと次の段階ではこのシートをどうにかしたいなっていうのがずっと今の内装の一番の悩みです。はい、こんな形でですね愛車自慢させていただきました。F13M6 ですね。もう実はもう M6 現段階ではですね生産していません。ちょっと買ったのももちろん中古で買いました。結構ですね中古相場で言ってしまうと M6 って今いくらですかね。だいたい車両のもちろん年式や距離にもよりますけど、だいたい当時新車の価格の今半分ぐらいで売られてます。当時新車1800万ぐらい、だいたい900万前後か、ちょっと安いものでもう少し安いもので販売されてるんですけども、極端な話ですけどね、1800万で中古だからというところもありますけど、ただこのエンジンですね、今パワー上げてますけどね、約600馬力のエンジンがついてる M6、 ある意味言うとお買い得なのかなと思います。で僕のね昔から乗ってみたいなっていうところあって、その前には M5 乗ってるんですけど、やっぱり M5 ってちょっと重いんですが、やっぱこのビッグクーペ運動性能はね M5 と比べるとやっぱりこちらの方が運動性能いいです。はい。であとはやっぱりスタイル的にもねザ・スポーツカーって感じになりますから、結構気に入っています。僕の場合はもちろんエロパーツとかドレスアップもやってますけど、やっぱ走るのが好きなんで、今タイヤをねフロントも太くしたりとか、吸気点火排気とかコンピューターとかパワーですね、すごくこだわっているところではチューニングをしています。サーキット遊び行ったりとか、もちろん普通に乗るにも十分乗りやすく考えていますし、もちろん足とかもしっかり入ってますけど、別に乗り心地もそんなガチガチにしてるわけではなく、あくまでもストリートで時々サーキットに行けるような仕様で作っています。チューニング方法っていうのはいろいろあると思うんですけど、やっぱりね皆さん楽しく乗るってことは自分のやっぱり好みに合った車を作っていくのが一番いいと思いますんで、その辺はですねいろんなパーツが出てますが、どれがいいんだろうっていうのは逆に僕たちにいつでもご相談いただければ、いろいろなアドバイスができると思いますね。 M6 をちょっと買って、今後いろいろ遊びたいなと思ってまして、まだもう少しやりたいことが実はちょこちょこと残っています。ゆっくりですけどね、ここまではバーンと仕上げましたけどね、今後先ほど言った内装のシートとか、何かこの後のステップアップをしていきたいなと思います。はい、こんな形でですね仕上げた僕の M6 ですけどね、愛車自慢として今回のスタディ TV お送りしました。次のねステップアップした時もまた皆さんにお送りしたいと思います。ありがとうございました。